まずですね、紅麹関連製品への対応に関する、本日朝行いました関係閣僚会合の取りまとめについてご説明をしておきたいと思います。本日開催をいたしました紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会議におきまして、紅麹関連製品に関わる事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応を取りまとめました。今回の事案におきましては、行政への報告までに2ヶ月を要していたことを踏まえて、食品表示法の省令改正と合わせて食品衛生法の省令におきましても、機能性表示食品に関わる健康被害と疑われる情報を把握した営業者の都道府県知事等への情報提供を義務化をいたします。今後、健康被害が発生した場合には、保健所および厚生労働省において、しっかりとこの対応をさせてまいります。なお、28日に表明した、発表をいたしました原因究明については、検証を進めつつ、この科学的な事実を踏まえて、再発防止装置などを検討していくことになります。次に、能登半島地震復旧甲子園本部に関してであります。先ほど岸田総理をトップとする令和6年能登半島地震復旧復興支援本部が開催をされて、私からは奥能登地域、珠洲輪島能登穴水町ですね、ここにおけるこの医療の復旧復興に向けた取り組み状況について報告をいたしました。まず、その発災直後の応急的な医療の提供体制を確保するため、DMAT などの医療チームの派遣であるとか、公的医療機関からの看護師の応援、派遣などを行ってまいりました。また、短期的な医療機能の普及に向けて、各病院の普及計画の策定支援であるとか、看護師の離職対策のため、被災地での勤務継続が困難な看護師を対象とした在籍出向の開始や医療従事者向け仮設住宅の建設など支援をしているところであります。さらに設備復旧のためのこの医療施設など災害復旧費補助金、この活用を推進をしているところでございます。この結果、能登北部地域の救急や入院などを担う公立病院が入院や外来など必要な医療機能を回復するとともに、同地域での地域医療を担う診療所が診療を再開するなど、医療の普及が順次進められております。今後は石川県において奥能登公立4病院機能強化検討会、これを仮称でありますが開催をいたしまして、同地域における将来の医療需要を見据えた医療の復興の姿を描いていく予定であると承知をしておりまして、厚生労働省としても石川県と緊密に連携をしながら、この地域医療の復興に向けた取り組みを全力で支援をしてまいります。それから最後、雇用統計であります。令和6年4月の有効求人倍率 1.26 倍と、前月より 0.02 ポイント低下をいたしました。また、完全失業率は 2.6% と前月と同水準となっております。求人・求職の動向や労働力調査の結果を見ますと、現在の雇用情勢は求人が底堅く推移しており、緩やかに持ち直しています。物価上昇などが雇用に与える影響に留意をする必要があると考えております。最後に、これ、世界禁煙デーでありまして、本日5月31日は、WHO が定めました世界禁煙デーであります。厚生労働省では本日から1週間、この5月31日から6月の6日まで、これを禁煙週間と定め、喫煙の健康影響等について、この普及啓発を行ってまいります。20歳以上の喫煙率は年々減少しておりまして、2019年には 16.7% となっており、第3次の健康日本21で設定した目標の 12% の達成に向けて、引き続き減少に向けた取り組みが必要であり、皆様のご協力をぜひお願いをいたします。
本日15時半からは記念イベントも予定しておりまして、世界禁煙デーと禁煙週間を契機に、国民の皆様に喫煙が健康に悪影響を及ぼすという認識を改めて深めていただきたいと考えております。後日、動画配信もいたしますので、ぜひ皆様ご視聴してください。以上ですので、質問どうぞ。